ただきますクッキングをご視聴くださりありがとうございます。皆様からの登録、高評価嬉しく思っております。先日娘が友達と一緒にロサンゼルスへ戻ってくるので LA 空港まで迎えに行ってきました。私はまだロサンゼルスに来てフリーウェイに乗る経験をしていないので、早朝まだ暗いうちに家を出て一般道で迎えに行ってきました。空港までは無事に着いたものの、駐車場近くで迷子になったり、国内線のパーキングに停めてしまったりと、まだまだロサンゼルス生活は課題がいっぱいです。ウェルカムディナーを作るため、ホールフーズやトレジョーにお買い物に行ってきました。だいたい私の冷蔵庫はいつもパンパンなんですが、冷蔵庫に食材がいっぱい入ってるってなんかとっても幸せなんですよね。必ず私の冷蔵庫の中に入っているものは柑橘類ですかね。ロサンゼルスだとライムがもう定番です。ハーブであったりとか、お野菜とか、あと卵、果物、あとは日本から持ってきたお味噌などがいつも入ってます。で、ヨーグルト、調味料があって、で、飲み物があって、今はオーツミルクでコーヒーを飲んでたりするので、冷蔵庫の中はいつも賑やかです。それではウェルカムディナーを作っていきます。まずは日本から持ってきた土鍋でお米を炊いていくんですが、皆さん白米はなぜ研ぐのかご存知ですか？ぬかには油分が含まれていて、白米にするとお米の表面についた油が酸化するので、お米同士をすり合わせるように研いでいくと、表面の酸化した油が取れて、すすいだお水と一緒に流れ、お米がきれいになっていくんですね。なので、すすいだお水が濁った白から透明になるまですすいだ方が美味しいご飯が炊けるんです。お米は白米になればなるほど酸化が早くなるので、白米を召し上がる方はしっかりすすいでくださいね。土鍋でご飯を炊く場合は、炊飯器よりも少し多めにお水を入れてあげると美味しく炊き上がりますよ。お次はサイドディッシュを作っていきます。今日のメインは牛フィレステーキで、私がメインに合わせてサイドディッシュを考えるときは、コク、酸味、香り、親しみやすさ、彩り、食べる人の嗜好、アレルギー、旬の食材なども合わせて考えます。今回はあっさりした赤身肉に合わせて、食べる人がお若い世代の女子なので、コクのあるポテトサラダ、さっぱり酸味と香りを効かせたトマトサラダ、ローズマリーを使い香りと人参の甘さを引き立てたオーブン焼き、馴染みのものはきゅうりの塩昆布和え。お肉だけをひたすら食べるのではなく、サイドディッシュで味の濃淡をつけてあげると、メインディッシュも最後まで美味しく召し上がっていただけると思います。食べてくれる人を思い描いて作るお料理が私のおもてなしです。いただきます。